占い師がこんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、日本にとってピンチはこの2年です。ずっと出ますからね。はい。なんで、ちゃんと選挙行ってください。自分たち一人一人の責任だと思います。はい、どうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。今日は1月最後の時事と、それから2月の予言会になります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、はい、ちょっといつもと違いまして、セレーネの方からお送りしております。僕が風邪をひきまして、日程を調整していただきまして。一人語りでもいいよって言ったんだけど、なんか頑張ってくれちゃいました。すいません、なんかね。よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、収録日はですね、1月28日水曜日でございます。問題なければ翌日1月29日にアップされている予定となっております。今日はですね、まず最初に最近の時事のお話をしていただきまして、4つのジャンルに分けてお話をしていただきまして、その後1月の予言の振り返りをいたしまして、その後2月の予言をしていただくという流れになっております。よろしくお願いいたします。はいというわけでございまして、まずは早速ですね、最近の時事のお話でございます。まずは今週のエンタメ、スポーツから参りたいと思います。はい、今週もいろんなニュースがございましたけれども、まず最近話題になっております映画国宝、ついにアメリカのアカデミー賞の方でメイクアップ&ヘアスタイリング賞でノミネートされたということでございまして。ね、いろんな人に見てもらえて、本当になんか僕好きなんで。そうですよね。ということでございました。そしてですね、これもなんか面白いですね。チョコレートプラネットのお二人が2度目のザ・ファーストテイク、史上初コントを披露ということでございまして、9日の第629回のザ・ファーストテイクの中では、史上初のお笑いコンビとして出演して、キャンセル界隈をテーマに制作した FCKY 披露して、これがもう1週間で200万再生というところなんですけども、今回2回目の出演ということで、長田さんのミスターパーカージュニア、松尾さんのドクタータートルネックで、ミスターパーカージュニアをコント形式にアレンジしたミスターパーカージュニア静かにしろリミックス。ザ・ファーストデイということで、チャンネル史上初コント。いいっすね。パーカージュニア好きですよ。ね、本当作ったシンペッターさんちょっと残念だったんですけど、昨年ね、ちょっとあれ悲しかったけど、好きですよ、チョコプラもパーカージュニアも。運がね、松尾さんの運が今いいのかな、そんな風には一応見えると今月で。長田さんも悪くはないかなっていう感じで、ね、目立つタイミングですねっていう感じなんですけど。なるほどね。はい。そういう意味ではいい目立ち方をしてらっしゃるのかなという感じですかね。はい、ぜひまだ見てないとかあったらご覧いただければと思います。はい。さあ、そして、こちらちょっとですね、親というニュースが飛び込んできました。デヴィ夫人書類送検、愛犬の死をめぐり元マネージャー暴行かということでございまして、デヴィ夫人ことデヴィ・スカルノンさんですね、85歳ですって。85歳。捜査関係者などによりますと、デヴィ夫人が2025年10月、東京都渋谷区の動物病院でマネージャーの女性の方がですね、に対して殴る蹴るの暴行をして怪我をさせた疑いが持たれていると。飼い犬が体調不良になったために、そのマネージャーの女性が動物病院を訪れたんですけども、残念ながら飼い犬は亡くなってしまった。駆けつけたデヴィ夫人が病院側に文句を言い出したので、仲裁に入ったマネージャーに暴行を加えた。当時デヴィ夫人は酒に酔った状態だったということで、怪我させたことに関しては否認しているということです。で、現状マネージャーは全治2週間の怪我をしてその後退社したということになっているということで、やってらんないってなるよな。そりゃそうですよね。ちょっと過激な発言でね、デヴィ夫人も知られておりましたけれども、ちょっと飼い犬のこととはいえちょっと過ぎちゃってるんじゃないかなというようなニュースでございます。デヴィ夫人は若い頃が良くて、バランス取れてたのは60代70代なんだよね。ちょっと悪く目立っちゃうような感じの体運の悪く目立っちゃいそうな月だったかな。だから出ちゃう、たまに出ちゃうんじゃないかな、この人。今後もこういうの今年来と不名誉なこと結構ありそうな感じには見えるけどね、星だけで言ったら。なるほどね。周りがね、いいブレーキにしてあげた方がいいような気がしますけどね。いや、本当ですね。ブレーキと言いますか、もうストップしちゃうということなんですけども、日テレのミヤネ屋放送終了ですということでございまして、10月期の改編で終了するということがですね、女性セブンプラスの報道で、サンケイスポーツの取材に応じた関係者もその方向で話が進んでいると認めたというようなことだそうでございまして、宮根さんの方から局側に番組終了を申してたことで決まった。2026年の7月に番組の放送開始から20年目の節目を迎えることもあって、宮根さんの気持ちを後押ししたんじゃないかという、ちょっとね、報道段階なので、あれですけども、ちょっとそういったニュースが出てると。宮根さん自体が今転機なんですよ。仕事の63ぐらいだから今くらいだよね、これが転機で仕事のやり方変えたいみたいな感じで、もうちょっと落ち着いてなんかされてくんじゃないかなっていうか、少しゆっくりしたいのかなっていう感じには見えますね。
なるほどね。そっか、宮根さんももう60代なんだね。お元気でいらっしゃるなと思うんですけども、もうそうは言ってももう還暦迎えられてるとこですかね。確かにもう仕事ちょっと変えていきたいって思っても不思議だよね。そんな風には見えますね。実際ちょっとね、番組から発表が出ない限りはちょっと分かりませんけども、もしかするとね、ちょっと発表を見て。確かに、そういうタイミングっぽくはあります。はい。なるほどね。さあ、そしてですね、これはちょっと同じテレビでも不適切内容ということでもう、ですね、かなり注目を集めてしまっております。MBS4 ちゃんテレビに関して不適切な内容を放送。22日放送の情報番組4ちゃん TV の中で、23日のこの衆議院解散に向けた特集が組まれたんですけども、その中でジャーナリスト武田和明氏に取材して、各政党の公約をこう分類するという流れがあったんですけども、その時の分類の仕方が、強くて怖い日本と優しくて穏やかな日本と。笑っちゃった。こっちの政党だと強くて怖いよ、ね、自民とかがそっちに入ってて、あれか、参政党の人とかが怒ってたやつでね、そうだからまあそういう分類が行われていて、番組中もですねちょっとこの表記が不適切でしたということで謝罪はあったんですけども、批判が殺到しまして、翌日もう一度さらに謝罪したというような流れがあったということでございまして、誰か止めなかったのかなっていう感じではありますね、ちょっとね。けどもともと TBS 出身らしいんだよ。あ、武田さん。そうだから僕が10代の頃とかニュース23とかやっていて、なんとなく筑紫さんそのくらいの TBS カラーとかあんまり言うとダメなのかわかんないですけど、なんか赤というかなんていうのかな、やりたがるよね。平和万歳とか軍国許すまじみたいなスタンスってあるじゃない。まあそういった方もいらっしゃるでしょうね。だから昔のノリでやっちゃったんかもしれないよね。なんとなくこれが許されてるような時代もあったような気はするけどね。筑紫さんで言ったらね、異論反論オブジェクションね、結構過激なこともおっしゃってたような印象もありますから、なんとなく昔の TBS みたいっていう印象を持ちましたけど、炎上しやすい時期でしたよこの人。武田さん自身、鳥月に生まれてて、まだ蛇年なんですよ、2月の3日までは。で、土の牛月っていうことで、もともと介護で未教の人だから見取り牛作って変な風に目立っちゃうっていう月だったんですよ。なるほどね。今月に限りとても悪かったんですよ。もうドンピシャって、でしかも先生術で見ても思いっきり悪いんですよ。だから燃えるべくして燃えたと言いますか、もうすぐお羊座に土星と海王星入るじゃないですか。この人の太陽とかが乙女座の終わりくらいだからちょうどポジションになるんだよね。なるほど。で水星は天秤座の頭くらいだから、今ちょうど土星と海王星っていう少し面倒な星が自分の主要なところに回ってて、自分の言論とか自分の意思とかなんかそういうものに対して外側から抑えろとかふわっとした意見を言われたりとかしやすい時期ですよね、多分ね。だからはいそういうことです。そのまんまでした。面白いですね。ありますね、結果がね。まあそんなこんなでございまして、まあ衆院選がねやっぱり近いとどうしてもいろいろと目立つところが出てきちゃうのかなというところでございます。そうですね。ということで、まあこの後ちょっと今週の政治経済はですね、衆院選のお話をしていきます。というわけで、とりあえず一旦今週のエンタメスポーツのコーナーでございました。さあ続いては今週の政治経済でございますけれども、まあといってもね、今週の政治経済も一番はですね、何を置いても衆議院選でございます。23日午後の本会議で解散となりまして、政府は臨時閣議で27日の公示、そして2月8日投開票ということで、もうこの収録しているね段階ではもう公示も始まりまして、いよいよ選挙戦がスタートしたというところでございます。解散から衆院選の投開票までは16日間ということで、これはもう戦後最短ということでございました。立候補の準備としては今1234名というが準備をしておりまして、各党今擁立が進んでいるという状態でございますけれども、まあそんな中でね、先週ですね、当然衆院選のお話が出てたんですけれども、やっぱりいろんなね政党が出てくる中でちょっと注目を集めたのは原口和弘氏、減税日本友国連合、こちら立ち上げたというところでございましてね、これが非常に注目も集めていたわけです。そうですね。だからごぼうの党の奥野さんとかも大阪近畿ブロックの比例で出るみたいだし、あと前にリクエストあった日本精神科医の音読っていうの指読っていうのどっちかわかんないけど、吉野さん歯科医師の方が東京の比例なのかな。あと川田隆平さんとかなんか結構な顔ぶれが出ますよ。それから支援にね、元々の日本保守党やってた石浜さんとかチャンネル桜の水島社長とかもなんか会
見とかに、ある意味オールスターみたいな感じで。ずらっと並んでらっしゃいましたね。で、川村隆さんでしょ。だから、批判する人からしたらさ、結局、野号じゃないかみたいなんで、野号にはついていかないって言ってたのに、お前も野号じゃないかみたいなね、ツッコミされてたりとか、川村さんもいろいろっていうのかな、いろんなところで恨み買ってたりするのかなっていうところがあるので。どうしても動きが派手な方でいらっしゃいますよね。ね、だから、そういう感じですけど。ね、僕ね、原口さん嫌いになれないんだよな。なんか素直な人じゃん。なんか言っちゃうんだろうなっていう感じがしますね。なんかいろいろとね。まあ、是々非々は。で、原口さんと川村隆ってなんかテレビタックルっていう感じで、確かに。我々のアホというかからすると、馴染み深いよね、なんかね。たけしさんとか、大竹もろさんとか置いてほしいから、阿川さんとか。そう、なんか、そういう感じで、タレント政治家の走りだったというかね、なんかそういう感じで、確かに。馴染み深いなっては思っていて、原口さんは今年空母なんだよね。だから、2025年度だから2月4日まではそんなに運が悪くないだろうって僕思うんですよ。なるほど。隊員は全然悪くないの。今名前がどんどん売れていくというか、そういう感じのサイクルには入ってるので、これからもずっといいんですよ、この人。で、ただこの2月はどうだろうなっていう感じで、日で言ったら選挙日はいいよっていう感じ。だから難しいんですよ。これもね、水戸龍紙も作ってるから、1月も別に良くないんですよ。2月もそんなに良くないんですよ。だから、運がそんなに悪くない流れ、ここ数年多分悪くなかったと思うんですよね。だから、いわゆる注射のこととか言って、自分も被害に遭ったみたいなことで、知名度ガンガン上げてた人じゃないですか。お名前を知られるようになりましたね。それがどうなのかっていうのは各自が判断すべきところですけど、だから、フォロワー数も20万近く、ね、YouTube とかいたりっていう感じで活躍されてて、で、今の時期っていうのはちょっと逆風の時期。ただ、票だけで言ったら、ごぼうの党も2、30万取ってたし、吉野さんのところも結構取ってたし、全部足していけば、最初の、ほら、参政党さんが出てきた時くらいのうねりは作れるかもしれないなとは思うんですよね。なるほどね。だからどうなんだろうなっていう感じで、川村さんと原口さんプラスアルファで、まさかのごぼうの党の奥野さんとか、いわゆる吉野さんとか、まで受かっちゃうのかなみたいな感じで。2議席。そう、だから名古屋で2議席、で、佐賀と九州どっちかで原口さんギリギリ、で、もしかしたら近畿の奥野さんとか、東京の吉野さんとかまで、もしかしたらいけるかな。けど、結構そんなに原口さんの運は良くないですよ。もう一人の共同代表の川村さんは、この人もね、空母なんだよね。馬年、羊年ちょっときついんだよね。どうなんだろうね。大運で言ったら2人ともそんなに悪くないんだけどね。なるほどね。だから、なんだろうな、そんなに消えちゃうようなキャラではないけどっていう感じはするな。で、奥野さんも出るでしょ？全部入ってるんですよ。ほら。なんか奥野さんと吉野さんも入ってるんでちょっと見ていきますか。奥野さんに関してはすごいね、めっちゃ責任感の塊みたいな人じゃん。悪目立ちもともとしやすい人で、けど今年ね、名誉が上がるから、名誉というかだから悪名じゃないけど変な風に目立つ年なんですよ。ワンチャンいけんじゃないかなって。あの人が国会行ったらすごいよね。なかなかちょっとね、あなたなんか高市首相バーってやるのかな。高市さんにあなたが上げるシチュエーションもよくわかんないですけど。そうか、すごいよね。で、あとは吉野さんか。吉野さんも今年はいいけどっていう感じなんだよな。隊員は悪くないかっていう感じで。なんとも言えない。なんかみんなギリギリみたいな。受かるとも言い難いし、でも全然。ワンチャンあるんじゃないし。足にも棒にもわかんないことにないだろう。もともと愛知はね、川村さんの地盤だし。まあそうですね。お強いでしょう。なんか台風の目みたいになったら面白いなと思っています。意外と反お注射票みたいなのってあると思うんですよね。なるほど。なんというか1000万人くらいは打たなかったんですよ。で、健康被害、この人たちの主張で言うと、40万人くらいは腸活死亡が出てるんじゃないかっていう話があって、その10倍くらいは健康被害を受けてるかもしれない。だけどその人たちって認めたくない人っていうかさ、ワクチンとは限らないとか、コロナだからっていうような認知の人も結構いるでしょ、ってなってくると、そのうちの500万人いるうちとか40万人の家族とかの2割くらいがこれまずかったんじゃないかと思うと、1200万人くらいはさ、ちょっとっていうのが疑問を持ってる人たちの評伝があってもおかしくないじゃない。確かに計算上手ですね。そう、だから、そうなってくると参政党さんに対してどうなるのかなっていうような感じとかは、なんか選挙ウォッチャーとして面白いなとは思って見てます。だからどちらかというと厚労省とかでワクチンのことをなんていうのかな、中立というかやや肯定気味に言ってた豊田さんを参政党今回担いでたりするので、そうですね。そこら辺がどういう票になるのかなっていうのはただ単に外野としてへーみたいな感じで見
見てるっていう感じですかね。どこにどういう投票が行われるかというところも、ね、この状況だといろいろとありそうですからね。そうだからまあ注目はしています。はい。なるほどね。いやまあでもね、ここでね、参考にしていただくじゃないですけども、まあなんかね、いろんなね、運勢で言ったらね、あくまで運勢ですからね。面白がってみてほしいんですけど、高市さんはやっぱり2月の4日まではいいんですよ。は比較的いいんだけど、最後どうだろうな。だから何か出てくるんじゃないかなっていう、自民下げるようなのが2月4日以降出てきてもおかしくないなっていう星回りです。下げの情報というか、何かあるかもしれない。そうだからなんだろうなみたいな感じで見ています。そう今年の多分ね途中まではいいはずなんですよ、大運で見ても。だからそんなには大負けはしないけど、最後ちょっと足引っ張られる何か出てくるのかなっていう感じはする。なるほど。中道の野田さんと斉藤さんは前回のあれを見ていただければなんとなくわかると思いますと。玉木さんは前から言ってるように、ここ数年が勝負だよと。年運で言ったら2025も悪くないし、26も悪くないんですよ。なるほど。ただ、この日は微妙なので、月と日で言ったらちょっと微妙なので、伸びきれない、大勝ちしきれないかなくらいには思います。はい。国民民主ね、自民からもね、ラブコール受けてるみたいな話もありますからね。どうなんでしょうかね。だからまあそのくらいの運勢だなとは思います。次に前回の得票数で言ったら神谷さんか、参政党ですね。これも2月の4日まではよく高市さんと同じで、最後になんかスキャンダルみたいなの出るのかわかんないですけど、ちょっと上げきらないような感じもするんですよ。だからなるほどっていう感じですよ。だから前回ほどのうねりを作れるかどうかはちょっとなんかどうなんだろうなっていうふうには見えていて、で維新の藤田さんは運勢としては逆に1月までが年としては微妙だけど、ちょっとこれから上がってくるんですよこの人。でそんなに負けないんじゃないかなっていうふうには思います。まあなんか手堅いんじゃないですか。党首討論なんかでもね、かなり起点を聞かせてる部分がね、評価を上げてたりとかっていうのがありますからね。なるほど。維新はそんなに悪くない。あとは安野さん。チーム未来。チーム未来です。マッチングだと、国民民主、チーム未来、参政党あたりがなんか点数高いんですよね。チーム未来が一番高くなるから、なるほどって思ったりはしてるんですけど。まあ、やっぱり AI とか最先端技術っていうところがやっぱりね、なのかな、わかんないけど、マッチングだとチーム未来が高いので親和性あんのかなって思いつつも、この人の運勢で言ったら、去年なんですよね。25年が良くて、ただ、この月運で言ったら、2月は悪くないと。ただこの人2026年が天国地中なんで、今回も票を取ったりそこそこ伸びるだろうけど、今年は試練の年になるんじゃないかなっていうふうには思います。選挙カーがね通る場所っていうのを受験のシーズンだから皆さん配慮できるようにこういうマップ作りましたみたいなことをねやってらっしゃるとかしてますけどね、何かねちょっとどういうことが起きるのかちょっと注目ではございますね。共産党の田村さん運勢全然きついんじゃないかなと。あらら。ただ最後で伸びるっていう感じですね、最後でギリギリっていう感じで、ちょっと逆風、この人にとっては逆風の 2,3 年になるかなっていうふうには思うので、その中では粘れたねっていうような感じになると思います。なるほど。令和山本さん俺いいと思ってたんだけど病気になっちゃったじゃない。そうですよね。本当かな。いや本当かどうかも、ご本人が血液がんの一歩手前でもだってさ、東西対立みたいないろいろありますからね。この後海外情勢もやりますけど。なるほど。だから山本さん自体の運勢はいいんだけど、大石さん共同代表で行くとなんかね空房の時期に入ってきてちょっと場は引いてる感じには見えるんですよね。ちょっと今大変な感じのタイミングだなって思います。大石さん結構大変だから、本来だったら公明とくっついたんで立憲のいわゆる原発とか反対してた人とか、いろいろなんか要は左っぽい主張の方々いたじゃないですか、そこの投票先がなくなって令和とかに行って山本さんがこう引っ張っていけば令和とか伸びそうな感じだったんだけど、ここで引くんだみたいな感じで、なんかわかんない、公明の動き、立憲の動き、そして山本太郎さんのたまたまの動きを見ると、なんか大きなうねりを感じたり僕はするんですけど。なるほどね、なかなか流れとしてね大きなものを感じますね、確かにね。福島さんも言っとくか。社民党、福島さんは2月はきついかな、ちょっときつい感じには僕には見えますけどっていう感じですかね。なるほど、当日もきついしなかなか難しいところではないかと、どうなんだろうね。はい、きつく見えます。わかりました。といったところですかね、主要なところとしてはっていう感じですかね。いやね、今回のね本当に衆院選ですね、各政といろいろと出しているところでございますけども、
も果たしてどうなるのか。ね、面白いなって思って見てます。なんていうかな、アメリカにつくか中国につくかみたいなさ。うわそんな。日本についてよみたいなね。そりゃそうですよ。だけど、日本だぜみたいな人たちはちょっと弱かったりとか、なんかね、うさんくさく映ったりとかっていう感じで、完全にメディアとかさ、ね、なってるから大変だなっていうふうに思って見てますけど、だって多分視聴者も半分以上は、なんか、あいつらうさんくさいよねみたいに思ってると思うし、だからアメリカについてる方が勝ち馬に乗るっていうような意識の人の方が多いんじゃないかなとは思いますけどね、全体的に。けど、最近中国も強いぞってなってきて、ね、中国についてる人たちもいっぱいいるし、日本ってどうなっちゃうんですかね。占い師がこんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、日本にとってピンチはこの2年です。ずっと言ってますからね。はい。なんで、ちゃんと選挙行ってください。自分たち一人一人の責任だと思います。はい。期日前投票もございますからね。ぜひ使っていただければと思います。というわけでございまして、今週の政治経済でございました。さあ続きましては今週の国際情勢でございます。国際情勢はね、アメリカがなかなかちょっと大変だなという感じでございます。まずはアメリカ大寒波来ているということでございまして、死者はすでに45人。マイナス35度とか、最高気温が。そうなんですよ。最高気温がですよ。本当に北極圏が来たようだってニューヨーク市長、そうだよね。マムダリさんのかな確かおっしゃってたっていうぐらいですからね。とんでもない寒波が来てますね。っていうような状態なんですけども、さらにその上でというのも変な話なんですけども、アメリカ、とんでもないことといえばこれもですね、パリ協定から正式離脱、そして WHO の脱退も完了ということで、いわゆる地球温暖化対策の国際枠にパリ協定、これにアメリカが27日に正式に離脱と。そしてその少し前ですね、22日に WHO からの脱退手続きが完了したと、トランプ政権が発表したということでございまして、実際トランプ大統領が余計なところに結局利権といういろいろ言ってるというところを全部整理するぞっていう流れの中でこれが起きてるわけですけども、いやーなかなかとんでもない流れになってるなっていう。だけど俺嫌われちゃうかもしれないけど、自分がアメリカの大統領だったとしても WHO からのね脱退もするかもしれないし、それからパリ協定でしょ、でこれから AI の勝負って電力に行くんですよ。電力で多分中国の方が太陽パネルとか石炭火力発電いろいろあるので、中国の方が3倍くらいあるんだよね、アメリカの。 AI このままだと数年でアメリカが負けちゃうような流れになってるわけですよ。なるほど、エネルギーの問題で。だから原発とかガンガン回したりとかなんとかしようとするんだと思うんだよね、って考えるとこうせざるを得ないし、WHO 関連もなんか要はいろいろ制限がかかるかもしれないっていうような流れができているから、なんかこういう判断するのはそんなに不思議には思わないよ俺。確かに自国のそういった部分を守ろうというのだからアメリカファーストってそういうことでしょ。なるほどね、よしあし言うのは置いとくとしてもってことですよね。いや他の国から見たらけしからんってなるかもしれないけど、これで人気が出るっつうのは分からなくはないっていう感じですね。ちょっと今後どうなるのかなってことはございますね、中国に抜かれるんじゃないかっていう話があったわけですけれども、その中国も今大変なことになってますね。中国軍制服組トップ、核兵器の機密情報をアメリカに漏洩した疑いっていうのが出てる。それが本当かどうかは分かんないんだけど、それよりだから台湾有事止めてたナンバー2みたいな軍の人がクーデターを起こしたような噂とかがあって、それの粛清だったんじゃないかっていう感じで、それはこういうことだって言ってるけど本当かどうかは全て分かんないです。超有教師ですね、そうですね。これいわゆるウォール・ストリート・ジャーナルの記事で漏洩があったっていう記事が出てるけども、その記事を書いた方がちょっとこの人どうなのみたいなそういうお話もあるし、なんか起きてます。何か起きてるんですね。何か起きてます。内戦じゃないけど内部でいろいろやってんだと思う。だってそれはさ、アメリカの諜報機関とかも動いてるだろうし、要は中国に結構実体経済と規模とかでも負けてるし、もうアメリカ日米でやっとトントンくらいでしょ。だからいやもうそうなんですよ、覇権がね移りつつあるんですよ。でその前に何とかしたいって思うじゃないですか。そりゃそうですよね。そういう動きだと思えばグリーンランド欲しいとか狂ってんのかみたいなのもそういうことなのかなっていうふうには思いますし、で日本は板挟みやってて、板挟みどっちにするかみたいな選挙になるわけでしょ。なるほどね、どっちになるのかどっちにするのかという。僕は日本が好きですよ、僕は。そうですね、両隣どっちもそんなに好きじゃないので日本が好きなんですけどね、難しいよね判断はね。本当に世界経済も揺れてる、世界の国際情勢も本当に揺れてるなと、中国の運勢見てくれっていう声があっ
たんだけど、日本ってやっぱりね、春分図で見ると似ているはいるわけですよ。で、大きになりそうな7月の頭4日前後なんで、アメリカの独立記念日前後今年っていうのはちょっと注意して見てるし、ドルも4月あたりから4月末あたりからちょっと微妙な流れだなと C56 とっていう感じに見てるので、何かね上半期っていうのは注目しといた方がいいんじゃないかなと個人的には思ってます。準備できるの今のうちです。いろいろとね準備して対策していきましょう。我々ができることってなかなかね、そうですね。そんなところでございますので、ということで、ございまして今週の国際情勢でございます。はい。ラストでございます。今週のエクストラ、テックニュースなどお届けしております。テックニュース何を置いてもやっぱり先日のダボス会議での、いろいろなお話があったということでございまして、イーロン・マスクが人型のロボットが2027年に販売、人口を上回る数になるっていう発言をしたということらしいんですけど、これ本当なんですかね、これ。なる。そんな結構キンキンじゃないですか。だってもう来年再来年とかっていうレベルじゃないですか。だからまず最初にさ、10万台とか100万台とか出すと、それが1年活動するだけで100万年とかだよ。学習量で言ったら。そうか。圧縮じゃん。共有できるからさ。共有してるから。そうか。あっちで学んだことをこっちで学んでっていう。そうすると一気に加速するっていう。そう。指先とか苦手だっつってたけど、前言った通り、ペストハンドみたいな技術もあるし、技能とかももう学習させようと思えばできちゃうような感じになってんだよね。なるほど。だから、一家に一台ドラえもんみたいな2030年代とかは別に全然あり得ることだし、ホワイトカラーの仕事を AI が奪ってくって今言ってるじゃないですか。ブルーカラーの仕事はロボットが奪ってくみたいな感じにトレンドですよね。そうだからね、不安になっちゃう人もいるかもしれないけど、イーロン・マスクも楽観的になりましょうと。実際マスク氏が老化は非常に解決可能な問題だというふうにも言ってるそうですから、でいわゆる不老不死じゃないですけど、そういったところってなんかちょっと楽しいというか、なんか前向きな方向でなんかいろいろとねダボス会議でも発言されてらっしゃったりとか、あとはアンソロピック、クロードのアンソロピックのダリオ・アモディ氏がソフトウェアエンジニアの仕事の大部分がもうあと6ヶ月から12ヶ月ぐらいでもう全部 AI やれるようになっちゃうっていう話もしてたっていうことですから。だからプログラムとかに関する AI はやっぱりクロードコードとかが一歩先行ってるかなと。しかももうやばいですよ。エンジニア的な仕事も全部できちゃうかなっていう感じにはなってきてるので、本当にねシンギュラリティ来てるねっていう感じだよね。なるほどね。だからそう友達がさプログラム習わせようと思ってるみたいに8年前とかなんか言ってたんだけど、多分 AI とかで一発でできるようになっちゃうから設計だけ学んだらとかなんかそういう話をしてたのを思い出したんだけど、お子さんに学ばせるんだったらっていうそう構造とかね、そういうのは頭に入れた方がいいと思うんだけど、すごい時代だよ。イーロンは運勢的には今っていうのはこれからずっといい。そうですよね。ダリオ・アモディはね生年月日出してないよ。じゃあ分かんない。調べたんだけど分かんないんだよ。だから Google の人も運がいいし、だから要はテック系の人たちはしばらくいいから多分中国が台頭しようが多分しばらく強いんです。なんでそこら辺は追っててもいいよと。ただ中国も抜きそうな感じになってきてるからね。だからこれから戦国時代ですよ。でもね少しでもちょっと楽観的というか楽しい未来にね向かっていきたいところですね。そうだから仕事を奪うじゃん AI とロボットが。そうするとデフレになるでしょ。だから国債いっぱい吸ってインフレを起こせばトントンだみたいなことをイーロン・マスク言ってて、なんかそのくらいに捉えてもいいかもってちょっと思ってるよ最近は。なるほどね。いやちょっとねなかなか世界情勢は大変ですけれども、そういうちょっとテック系もねちょっといろいろ注目、本当に目が離せませんね、本当ね。ということでございまして、今週のエクストラということで、今週の時事のコーナーでございました。はい。さあ、ここから予言のコーナーでございます。まずは1月の予言をちょっと振り返っていきたいと思います。ざっくりとこんな感じでございました。まず1月の3日から23ぐらいは、海外情報見てた方がいいよという話。1月4日に海外のニュース気づきとかですね。そんなお話はございました。ということなんですけども、言うて本当に海外情勢、ドッタンバッタンが1月多すぎて、どれをどうというのもちょっと難しいんですけども、先ほどの WHO のね、お話なんかもそうですし、年末年始に関して言えば、ベネズエラの方の。それこそ1月4日くらいですよね。そうまさしく、というのもありましたし、イランのいわゆる反政府デモなんてのもありましたから、いやとんでもないことに本当になってたなという感じでございました。お金がバブルっぽい動きというお話もありましたけども、やっぱりちょっと5万円台ね一気にグッと株価の方も上がったりですとか、そんな中でちょっと日本が若干置いてきぼり感というのはちょっとあったような気は。なんかそうだよね、置いてきぼりになってるけど、みんな選挙とかで見えなくなってんじゃない？確かにそうかもね。なるほどね。いや本当
ね。だから1月全体本当に派手なニュースが多いなというのは、その通りだったんじゃないかなという気がしますし、あと1月7日から9日いろんなことが決まっていくけども、日本人には微妙なことということでございまして。大体その辺で選挙しようみたいな感じになったんじゃないかなとは思うけどね。ありましたね。あと1月10日から11日が世界的なニュースというようなところで、日本が悩ましいタイミングになるってお話もありました。ここら辺で選挙のニュースが表になってきたのと、イランとかがあった。ありましたね。あと中国の方だとレアアース、制限みたいなのも確かこのぐらいから強くなってきましたし、だからそういう意味では本当に悩ましかったのかなというところであります。で、東洋では海外の動きから学ぶ時期ということで、本当にね、海外でいろんなことが起きてた状況ではございました。で、1月末ですね、日本が荒れるとしたらこの辺りみたいな話ですけども、選挙でね、これは荒れるというかなんていうことでございますけれども、すごいことになって、災害に関してですけれども、寒波とかだよね。そうですね、寒波のね、ありました。寒いんですよ、本当すごいことになってましたからね。で、東京より東かなっていうことで、一番大きい地震が今月だったら大したことないとは言ってるよね、俺ね。少し警戒くらいだよっていう感じでね。そうですね、そんな感じで言ってましたね。なので、ちょっとそんなのもあったかなというところでございました。で、あとは1月27日に海洋性を必要罪というところで、自在の節目、価値観がちょっと選挙が始まる。本当にそうですね。ちょうど工事がっていうところでございましたので、臨機応変にと。そうなんだよね。だってね、アメリカの WHO だったりとかさ、パリ協定だったりとかさ、すごいじゃないですか。すごいですよね。戦後の流れっていうのが一回変わってくのの始まりだねっていう感じだよね。なるほど。ということでございまして、本当に大きな変化のある1月ではございました。ということで、ここからは早速2月の予言に行きたいと思います。ということでございまして、いよいよ2月の予言でございます。2月の予言ってどんな感じになりそうでしょうか。前から占ってる通り、インドの占星術で言うと、土星が機能する期間っていうのが、昨年の9月から今年の2月12までだったんですよ。で、その間っていうのは結構日本人としては忍耐して努力するような時期だったんじゃないかなとは思うんですけれども、1月24から2月12に関しては、何かね、国を安定させるとか、お金とか、そういう意味だったりするので、決して悪い時期というわけではないんですね。インドで見ると。ただ、1月27日に海王星がお羊座にとうとう入ってきます。これから文化が一気にこれから変わってくんだよね。お羊座って全ての星座のスタートなんで、これから165年とか全然違う文化になってくるんですよ。AI も来てるし、それはそうだよねっていうの分かるじゃないですか。それがもう始まってるよっていう最中です。それから西洋というか占星術で言った2月4日 ?2 月4日になると、今度天王星が一回双子に入ったのが大牛に入って、逆行っていうのをしてたんですね。元に戻った。これが止まって、2月4日に止まって順行になるんですよ。でその2月4日から日の絵馬の年になるんですよ。東洋で言ったらね。ごちゃ混ぜでごめんね。だけど、時代大きく変わる感じはするじゃないですか。確かに。4月になるとその天王星が移動してくんで、いわゆる風の時代、テクノロジーとかで、さっき言ってたイーロンとかのなんかとんでもないようなね、想像もつかないような感じの変化がこれから来るっていう、今手前です。はい。で、もう止まらなくなるっていうのが始まるのが2月4日からです。2月12日までは移行期みたいな感じになってるわけですよ。はいはいはい。で、そんなには悪くなく見えると思う。見えると思う。で、また天体とかに戻っていくと、土星もお羊座に占星術だと入ってくるんですよ。それが2月14日。つまり、お羊座の先端に土星と海王星が入ると。これ2000数百年ぶりですよと。古くはもう老子とか孔子とかブッダとか、そのくらいもう価値観が、もう人間の意識が変容していくような感じで、それがピタッと重なるタイミングっていうのが2月21日だったりするんですよ。だから、厳密に2月21って言わなくても、もう2月の中旬くらいから世の中っていうのは変わっていくぞとなっていて、その中で日食もあるんですよ。日食盛りだくさんでしょ？すごいですね。で、これが2月17日なんですよ。で、これが金環日食なんですけど、日本では見れないです。9時頃なんで。だけど南極で起こるので、グローバルサウスじゃないけど、南側とかでなんか体制とかが変わるようなことあるのかなっていうのは漠然とありますと。で、詳しくはチャズ先生と高市さんとこの時代の天体の流れみたいなのを占いと都市伝説で読んでるので、そちら注目してもらうんですが、どうも大きくいろんなものをリセットしていくような流れっていうのが、多分選挙もあるじゃないですか。
で、その後の結果としてこういう風に流れになる。それの主軸に、高市さんを打倒するっていう人たちもいっぱいいるけど、高市さんはなってるというような状態だと思います。で、そういう大きな変化っていうのがあって、で、2月12日からインドでも流れが変わるんですよ。次の Hindu New Year チャートのタイミングまで、だから3月くらいまでずっと入っちゃってるんですけど、2月12日からは、水星の働きが強くなるんですね。ここも別に悪くないんですよ。インドで見ると。だから、まだ余裕があるよと。大きいことは決まっちゃうんだけど、大きい流れはできてるんだけど、まだ、なんていうのかな、モラトリアム期間っていうのが2月3月はあるよっていうことを僕は伝えたい。なるほど。そんなに悪くはないんじゃないかなとは思います。一見よく見える。2月の末になると今度は水星が逆行し始めるんですよ。ここら辺は行き違いみたいなのがいろいろ起きてくるだろうなとは思うんだけど、だから、ちょっと情報が錯綜するかなっていう感じがすると、2月の下旬っていうのは、大体そんな感じのイメージです。東洋で今度は見ると、権力みたいなのが強くなるんじゃないかなと思います。権力が強くなる。権力が強くなる。それも分かりにくいかもしれない。見てる側というか、我々一般庶民からすると、ちょっとピンときにくい部分かもしれない。っていう未来が仮予約になってますよっていうのを、選挙前に言うのは意義深いんじゃないだろうか。それを踏まえて世の中のことを皆さんちょっと見ていただくっていうことが大事になってくるんじゃないか。とりあえず、不自然に支持率が高い人とかっていうのが出てきた時に、日本にとっては致命的な約束をしてしまったり、致命的な選択をするみたいなのは戦後ずっとあったかなとは思います。なるほど。で、いろいろ裏読むと今面白いですよ。だから中国につくのか、アメリカにつくのか。どっちにつくのかっていうお話ですよね。みたいな感じになってきてるけど、どっちもやっぱり僕は地獄なんだが、じゃあ、みんながそれを、みんなが決めんだよ。結局、戦前日本ってどっちにもつかないっていう大暴れをして、お前らは間違ってると反省しろってなったわけでしょ。だから、それもどうなんだろうっていうのあるじゃない。大暴れしていいのかどうかっていうの。だから、よく考えてねと。自分がこの時代、わざわざそのシンギュラリティじゃないけど、人類が進化するかもしれないと。もう AI とかになっちゃって、人類っていうのは最後のね、ホモサピエンスっていうのは最後の、もう亡くなってく種族の最後のところかもしれないじゃないですか、今ね。進化するかもしれないし、遺伝子とか変えてね。だから、その時代に生まれてきたわけじゃない。どういう風に魂が求めてるのかなっていうのは、こういうね、時代の大きなうねりの中だったら、よくよく見つめた方がいいよと。それは別に思想心情とか、そういう次元でもなく、もっと俯瞰して自分は何だったんだろうと。なんぞけどそのくらい今大事だからねっていうことは言って、その流れを読みながらうまく生きてくださいと。とりあえずひな形っぽい流れはお伝えしたので、よく考えて皆さん頑張っていきましょうということでございまして、なかなかねちょっと大きい変化の起こる2月でございますので、皆様もなかなかちょっと一回聞いただけじゃ分かんないよという方もね、いらっしゃると思います。何回かねちょっと見直していただければと思いますので、よろしく直接聞いて言いづらい、もしくはね、そうですね、ということでございまして、2月のですね、予言ということで、お送りいたしました。はい、ということで、今週の占いと時事、そして予言ということで、お送りしてまいりました。こちらのね、動画の方でございますけれども、しっかりとね、今後もやっていければと思いますので、そのためには皆様からの、応援が本当必要でございますので、チャンネル登録、高評価、コメント、それからハイプなんかしていただけると嬉しいです。それと、イベントなんですけれども、チャス先生と上野あたりをみんなでブラブラ歩こう、神社仏閣巡りみたいなしようっていう企画を2月28日13時上野でちょっと考えてますと。二次会みたいな打ち上げみたいなのもあるので、打ち上げだけ参加したい人っていう形でもいいです。10人くらいかなで考えてるんですけれども、興味がある方はぜひセレーナの公式 LINE だったりとか SNS で発表していきますので、よろしくお願いいたします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。水森太陽でした。またね。